皆さん、お元気ですか？僕も元気です。歯の話の1と2をご覧になられた方は、お気づきのことと思いますが、僕の発音、おかしいでしょ。イントネーションが不自然ですよね。自覚しています。僕、AI から出てきたばかりなので、まだ発音がうまくできないんです。そんなわけで、少々お聞き苦しいとは思いますが、ご容赦ください。それでは、3回目のお話を始めましょう。前回は、人はなぜ虫歯になるのかということと、子供を一生虫歯にしない方法についてお話ししましたね。その1とその2をご覧になっていない方は、後で見に行ってくださいね。乳歯列期に虫歯の進行を防げず、虫歯菌がお口に定着してしまった人は、どうすればよいのでしょうか。残念ながら、一度口の中に住み着いてしまった虫歯菌を、完全に取り除くのは難しいのです。でも、諦めることはありません。では、どうすればいいのか。虫歯は、ある程度まで進行してしまうと、自然には治らないということを、前にお話ししましたね。虫歯で穴の開いてしまった歯は、人工のもので埋めてやらなければならないのです。そうしないと、穴の中に食べかすが入り込み、虫歯菌の餌になってしまいます。食料庫を確保した虫歯菌は、それを餌にして爆発的に増えます。そして、どんどん乳酸を産生し、虫歯は加速度的に進行してしまいます。歯周病のお話は、後でしますが、歯周病についても同じことです。つまり、症状があるなしに関わらず、一度歯科医院に行って、口の中を全体的に検査してもらう必要があるのです。その結果、治療すべき部分が見つかったら、完璧に治さなければいけません。なぜなら、虫歯も歯周病も自然治癒はしないからです。完璧に治し、一度、その状態に戻すのです。虫歯は爪、歯のないところは何らかの方法で補い、歯石を取って歯周病の進行を止めるための歯磨き指導を受けなければいけません。この関門をくぐらずして、一生を口のことで悩まずに済む状態にはなりません。ここをくぐって初めて、お口の中に悩みのない状態で過ごすためのスタート地点に立てるのです。それでは、それぞれの病態について、どのような治療方法があるのか、ご説明しましょう。歯の表面は、エナメル質という硬い組織でできていることは、すでにお話ししました。ところが、歯の大部分は、象牙質というエナメル質に比べると少し柔らかい組織でできています。エナメル質に限局し、象牙質にまで達していない虫歯を C1 と言います。学校検診などで、歯医者さんが、盛んに C のなんとかと言っているのは、虫歯の程度を言っているのです。C1 の段階では、痛みはほとんど出ません。虫歯ができてしまったものは、しょうがありません。でも、できれば、この段階で治したいものです。この段階なら、虫歯を削るときに痛みが出ないので、ほとんどの場合、麻酔の注射をする必要もありません。治療も、詰めるだけで済みます。でも、この段階では、多くの方が虫歯になっていることに気づきません。痛みのない段階の虫歯は、歯科医しか歯科衛生士でないとわからないのです。ですから、歯科医院で精密な検査を受け、初期の虫歯を発見する必要があるのです。虫歯菌によって、最初の、そして最強のバリアであるエナメル質が突破されると、虫歯菌は象牙質に侵入します。この段階を C2 と言います。象牙質は、エナメル質より3に弱いですから、一気に虫歯が広がってしまいます。こうなると、徐々に冷たいものや熱いものが染みるようになります。C1 と C2 の虫歯の治し方をご説明しましょう。虫歯になった部分を、タービンという機械を使って削り取ります。キーンという嫌な音を出す、あの機械です。圧搾空気によって小さな羽車がついた軸を高速で回転させ、その先端にダイヤモンドの粉がついたポイントを取り付け、水をかけ冷却しながら削ります。毎分40万から60万回転くらいしますので、水晶と同じくらいの硬さを持ったエナメル質も簡単に削れます。冷却水がお口に溜まりますから、バキュームという小さな掃除機で溜まった水を吸い取ります。大昔は、削った穴にアマルガムという材料を詰めていました。銀や鈴、銅や亜鉛などの粉末に水銀を混ぜて泥状にしたものを詰めます。
数分すると固まりますので、完全に固まる前に歯の形を形成します。問題は、水銀なのです。アマルガムは、約 50% の水銀を含んでいますから、それが体内に取り込まれ、腎臓や肝臓や脳やその他の臓器に蓄積します。治療する歯科医師やアシスタントが治療時に水銀蒸気を吸い込んでしまうことも危険です。歯に詰められたアマルガムは温熱刺激や擦過刺激によって水銀を放出します。アマルガムが詰められた歯は、有害な水銀を放出し続けているのです。アマルガムに含まれる水銀によって引き起こされる恐れのある病気には次のようなものがあります。金属アレルギー、喘息、アトピー性皮膚炎、肩こりや腰痛、関節痛、頭痛、視覚や味覚や嗅覚の低下、うつ病などの精神疾患。不眠など、様々な体調不良の原因になると言われて、ヨーロッパの一部の国では使用禁止になっており、日本でも2016年から保険治療の材料からは外されました。でも、過去に受けたアマルガム充填が残っている方が多くいます。鏡で口の中を見て、黒ずんだ金属が詰めてある歯があったら、急いで歯科医院に行って除去してもらってください。もう一つ、銀嶺という治療もあります。虫歯の周囲を大きめに削って、型を取り、石膏模型を作って、金銀パラジウム合金、略して金パラを使って穴にはまる金属の押す型を作り、それを穴に接着剤で付けます。小さな穴にはめ込むのを印泥、大きな穴にはめ込むのを暗泥と言います。この方法は、昔から今に至るまで、盛んに使われています。お口の中を見ると、一つや二つ入っていませんか？アマルガムと違って、金属色に光っています。印泥も無害というわけではありません。金パラには、金とパラジウム以外にも、銀や銅、亜鉛やイリジウムが含まれています。これらの金属は、金属アレルギーの原因になり、アトピーに長年悩まれていた方の印泥やクラウンを外して、金属以外の素材に置き換えることによって、症状が劇的に改善することが、よくあります。そのような理由から、近年の歯科治療の主流は、レジンやセラミックといった、人体に無害な材料を使うメタルレスの治療になってきています。しかしながら、健康保険には金属を使う治療が多く認められていて、全国の歯科医院で日常的に使われています。小さな虫歯は、レジンという合成樹脂で保険治療ができますが、大きな虫歯や歯に被せるようなクラウンに使うセラミックなどは保険の対象外になっていますので、自費治療となります。保険での治療をご希望の方のために、金パラを使わざるを得ない場合がたびたびあるのです。近年の金属価格の高騰により、保険で定められた点数と金属代金の差が圧縮され、歯科医院経営を圧迫しているのも大きな問題です。数年前から、前歯と小臼歯及び一部の大臼歯には、キャドカムという樹脂系の材料によって印泥やクラウン作る方法が保険に導入されましたが、見た目も強さもセラミックには及びません。一生収支ですので、体に害のない強く長持ちする材料を使って治療する方が、長い目で見れば費用対効果が優れているのです。それでは、初期の虫歯を治す最新治療についてお話ししましょう。アマルガムの水銀被害や金パラの金属アレルギーの問題から、金属を使って虫歯を詰める方法は、過去のものになりつつあります。さすがにアマルガムを使っている先生はいないと思いますが、金属印泥に固執している先生はいらっしゃいます。印泥の場合、テーパーをつけるために、健康な部分まで歯を削らなければいけないし、型を取って石膏模型を作り、銅型を作って耐火埋没剤に入れて溶けた金パラを流し込むという鋳造の過程で、材料の収縮や膨張による誤差が出ます。仮にぴったり出来上がったとしても、虫歯菌の大きさは約1ミクロン、つまり1000分の1ミリです。印泥と歯の隙間は、数十から数百ミクロンですから、細菌の目から見れば、大渓谷が目の前に広がっているようなものです。金属と歯は、セメントという接着剤でつけるので、つけた当初、大渓谷はセメントによって塞がれますが、精度の悪い印泥は、歯との間に段差ができてしまいます。昔、歯の治療には18金がよく使われましたが、金は転生、
つまり伸びがいいので、銀泥をセット後、伸ばして隙間を埋めることができました。これをバニッシングと言います。菌は、アレルゲンにもなりませんし、変炎封鎖性がとても良いのですが、菌が高騰している今、18菌を使って治療することは、ほとんどなくなりました。保険の陰泥に話を戻しましょう。陰泥をつけるセメントによっては、長い間に溶け出してしまうものもあります。セメントが溶け出した隙間に虫歯菌が入り込むと、除去するのはほぼ不可能です。そのために、菌パラ陰泥は、ヘリから虫歯になりやすいのです。これを、二次カリエスと言います。陰泥や暗泥を外してみると、外側からは何ともなさそうでも、金属の下で虫歯になっていることを臨床では、多く経験します。今でも菌パラ陰泥は、盛んに使われていますが、保険点数がレジンより高いということも関係しているかもしれません。陰泥は、型を取ってセットするまで、最低2回かかります。これからお話しするコンポジットレジン充填は、1回の治療で済み、時間も5分から10分で終了します。コンポジットレジンの利点と欠点をお話ししましょう。コンポジットレジンの略称は、CR です。これからは、CR と言いますね。CR による治療の大きな利点は、無駄に歯を削らずに済むということです。僕の治療のモットーは、できるだけ歯を削らない、できるだけ神経を取らない、できるだけ歯を抜かない、というものなので、僕の治療スタイルにぴったりの素材です。治療の手順としては、まず、虫歯になっている部分だけを選択的に削除します。ここが、陰泥と大きく違うところです。陰泥は、虫歯の周囲の健康な部分も広げて削る必要がありますので、その分、歯のダメージが大きくなります。削った穴に CR と歯の接着を促進するためのボンディングを塗布し、ペースト状の CR を流し込み、そこに強力な光を当てると硬化します。これを光重合と言います。硬化した CR の噛み合わせを調整して治療終了です。見た目も歯とほぼ同じ色をしていて、金属に比べて格段に審美性が優れています。歯と CR が直接くっついて、セメントが介在しませんから、隙間もありません。虫歯菌が入り込む余地がないのです。ですから、二次カリエスになりにくいのです。また、治療費も陰泥比べて安いですね。穴の大きさにもよりますが、だいたい1本3割負担の方で1000円くらいです。欠点についてもお話ししましょう。金属に比べて強度が劣ります。硬いものを噛むと欠けることがあります。でも、欠けることにより噛む力が集中して歯を痛めるのを防いでいるとも言えます。欠けることのクレームを嫌がる歯科医師もいますが、欠けてもその部分だけ詰めれば済みますので簡単に修復できます。クレームを恐れて欠点の多い金パラ陰泥を選択するより、患者さんにとってメリットの多い CR 充填を選択すべきですね。CR が硬化した後、歯科医師がその場で噛み合わせと形態を整えないといけないので、手術側に技術が要求されます。陰泥の場合、技工サイドが作ったものをはめ込んで、少し噛み合わせの調整をするだけで済みますので、手術側は楽だと言えます。保険で白く詰める方法には、レジン陰泥やキャドカム陰泥もありますが、陰泥である以上、虫歯で軟化している部分以外の健康な部分も削る必要があります。現在、小さな虫歯の治療は CR 一択と言っても良いでしょう。今回は虫歯の治療方法のうち、過去に行われ、未だに口の中に残っている害のある材料のお話をしました。また、C1 から2程度の虫歯の治し方をお話ししました。次回は、神経に近いほど深い虫歯や、神経が出てしまった虫歯の治療方法についてお話しする予定です。見逃すことがないよう、チャンネル登録をして次回配信をお待ちください。今回は、最初から最後まで、僕が出続けました。これからは、お話しできる方を招待して、会話形式でお伝えできればいいなと思っています。誰か、来てくれるといいけど。それでは、またお会いできることを楽しみにしています。